イラスト1枚からここまでのフルカラーフィギュアを作れました。3D プリンターから出てきたままそのままです。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。実はこれトリポの新機能のおかげなんです。今までは AI で 3D モデルを作ってもカラーのまま印刷する方法がありませんでした。それがついにできるようになりました。今日は塗装ゼロでフルカラーフィギュアを作る方法を完全解説していきます。イラスト1枚あれば誰でもできるので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。ではフルカラーフィギュア早速作っていきましょう。今回使うのはトリポっていう 3D 生成 AI サービスです。イラストや写真をアップロードすると AI が自動で 3D モデルを作ってくれるんですよ。つまり 3D ソフトを使わなくても画像や写真があれば立体の 3D モデルが手に入るっていうサービスなんですね。このチャンネルでは以前トリポで作った 3D モデルを 3D プリンターで印刷するっていうのをやってました。例えばこの不思議の国のアリスのキャラクターたち全部トリポで作っています。で、今回ついにトリポがバージョンアップしてフルカラーのままプリントできるようになったんです。これずっと待ってたんですよね。塗装なしで、プリンターから出てきたまま完成っていう夢みたいな話がいよいよ現実になりました。というわけで今日はその機能をがっつり紹介していきます。この動画はトリポの提供でお送りしていきます。ではフルカラーフィギュア早速作っていきましょう。概要欄にトリポスタジオへのリンクを貼っておいたので、まずはこちらからアクセスしてみてください。そうするとこんな感じでトリポのページが開きます。最初に見えるのがギャラリーなんですけど、ここにはすでにいろんな人が作った 3D モデルが並んでいます。ちょっと見てみるとこういうキャラクターとかこういうクリーチャーとかかなりクオリティ高いですよね。まずはこんなものが作れるんだっていうのを体感してみてください。じゃあ自分でも作っていきましょう。このモデルを生成ボタンを押すとトリポスタジオが開きます。実はトリポ昨年末にバージョン 3.0 が正式リリースされたんですよ。見てください、この進化。バージョンが上がるたびにどんどんディテールが細かくなっていますよね。で 3.0 にはさらにウルトラモードっていうのがあって、これを使うと細部がもっとくっきり出るんです。これは後で実際に使いますね。とにかくエッジがパキッとシャープになって細かい模様とかも綺麗に出るようになった。これが一番の進化ポイントです。で、今回一番大事なのが頂点カラーエクスポートっていう新機能。これのおかげでカラーのまま印刷できるようになったんです。今日フィギュアにするのはこの子です。可愛くないですか？宇宙船のパイロットっていう設定なんですけど、実はこの子 AI と一緒に遊んでる中で生まれたキャラクターなんですよ。 Google の画像生成 AI ナノバナナで SF の世界観を作ってベオ3で動画にしてみたりして、そうやってるうちにだんだんこのキャラクターに愛着が湧いてきてフィギュアにしたいなって思ったんですよね。皆さんも推しキャラとか自分で作ったキャラクターとかフィギュアで欲しいって思うことありませんか？今日はそれを叶えます。じゃあこのイラストをアップロードしていきます。アップロードしたらトリポのここにマルチビュー生成っていうボタンがあるんですよ。これを押すと正面の画像だけ入れてるんですけど、左右と背面の画像を自動で生成してくれるんです。これがあるとより自分の理想に近いフィギュアが作れるんですね。ちなみにもし自分で複数アングルの画像を持っている場合はそれを直接アップロードすることもできます。前と背面だけとか前と左だけとかでも大丈夫です。自分が作りたいイメージにより近づけたい人は試してみてください。そして今回は目玉のウルトラモードを使っていきます。ウルトラモードって何がすごいかっていうと最大200万ポリゴンまで出せるんですよ。エッジがシャープになって髪の毛の流れとか服のシワとか細かいディテールがめちゃくちゃ綺麗に出るんです。じゃあこのまま生成していきましょう。できました。どうですか？これすごくないですか？正直
想像以上にうまくできてます。髪の毛の感じとか服の質感とかイラストの雰囲気がそのまま立体になってる感じ。これが1枚のイラストや画像から自動で生成されるって本当にすごい時代になりましたよね。で、ここまでで面白そうと思った方はぜひチャンネル登録をしておいてください。トリポも生成 AI もまだまだ進化していくので、新しい機能が出たらまた紹介しますね。さて、ここからが本番です。実際にカラーで印刷していきましょう。頂点カラーエクスポートです。頂点カラーって聞き慣れない言葉ですよね。3D モデルって頂点という点をつないで面を作っているんですけれども、頂点カラーはその頂点一つ一つに色情報を持たせる方式なんです。で、面の色は頂点の色をブレンドとして表現されると。テクスチャーの方式だと別の画像ファイルを皮みたいに貼り付けるんですけども、頂点カラーはモデル自体が色を持っているので 3D プリンターにそのまま渡せるんですよね。ちなみにさっきウルトラモードで200万ポリゴン出せるって言いましたよね。頂点カラーはポリゴンが多いほど色の精度が上がるのでウルトラモードとの相性がいいんです。エクスポートするときですが、形式をオブジェにします。そしてエクスポートするとダウンロードした ZIP ファイル解凍していきましょう。3つファイルが出てきますけど、使うのはオブジェファイルだけで OK です。オブジェファイルをバンブースタジオに取り込みます。取り込むと最初にダイアログが出てきます。色どうしますかってやつですね。で、ここでバンブースタジオの提案としては32色がおすすめです。いや、さすがにそんなフィラメント持ってないよ。AI の着色は理想を追い求めますけど、私たちには手持ちの材料っていう現実がありますからね。今回は4色でいきます。普通のマルチカラープリンターってだいたい4色かあっても5色ぐらいじゃないですか。なので4色に絞る必要があるんですよね。で、どの4色にするかは手持ちのフィラメントと自分のセンス次第です。ここはちょっとクリエイターの工夫が問われるところです。やっていきましょう。で、4色にすると、いい感じにマッチングされて出てきます。で、ちなみにちょっとポイントなんですが、この画面でいろいろいじっちゃうとバンブースタジオ自体が重くなっちゃって落ちちゃうことがあったんで、4色に設定したらサクッと OK を押しちゃってください。そして出てきたらモデルが小さかったら拡大して向きも調整してくださいね。で、正直このまま印刷しても十分いいんですよ。ただちょっと見てほしいところがあって、肌とか服のところブツブツってなってるの分かりますか？これ元のモデルにあった影のグラデーションが、4色のどれかの色に変換されちゃってるんですね。で、これあんまいらないなって私は思ったんですね。だからこのブツブツ消していこうかなと思いました。で、ここでバンブースタジオのペイントツールが登場します。これでサクッと綺麗にしちゃいます。で、仕上げをワンランク上げるコツです。で、このバンブーラボのバンブースタジオペイントツールの使い方は別動画で紹介しているので、そちらも参考にして見てみてください。では、いよいよ印刷していきましょう。で、ちょっとよく聞かれるので先に言っておきます。何のフィラメント使ってるのって、今回使ったのは4色でオレンジ、黒、グレー、白です。で、オレンジ、黒、グレーは E3 の PLA プラスで、白はバンブーラボのベーシック PLA を使っています。概要欄にリンク貼っておきますので、欲しいなって思ったことはそれを参考にしてみてください。で、フルカラー印刷やっぱり時間かかるんですよね。今回は19時間ですね。もう夜頑張って働いてもらいましたって感じです。で、ついに完成です。ビルドプレートから外していきます。見てください。これサポート台の向こうから出てきた瞬間、やっぱりテンション上がりますね。この宇宙服の SF の女の子すごく可愛くできました。で、これに味を占めまして、スチームパンク風の女の子も同じ流れで作ってみました。こっちはプルサー XL で印刷しています。
ちなみにプリンターの話もしておくと、色なしのバージョン、この白のやつは自宅のバンブーラボ A1 ミニで出しました。で今回の色付きは SF の女の子がバンブーラボの H2D で、スチームパンク風の女の子がプルサー XL で印刷しています。マルチカラーができるプリンターなら同じことができますよ。で最初モデルができた時にちょっと単色で1色でうまくいくかどうかっていうのを印刷しておくのが私はおすすめだと思います。これで造形自体がうまくいってるなって思ったらカラーにしてもいいかなと思っています。今回は 3D プリントにフォーカスしましたけど、トリポ 3.0 ではこれ以外にもいろいろ機能が増えてるんですよ。例えば画像を最大10枚まで一括でアップロードして一気に 3D モデルができるようになりました。でゲームのアセットとか大量に作りたい人には便利ですよね。あとはテキストだけで 3D モデルを作る機能もあります。イラストがないんだけど、こういうキャラクターを作りたいっていう時に言葉で説明するだけでモデルを生成してくれる。で今回紹介しきれなかった機能もあるので、興味がある人はぜひトリポスタジオを触ってみてください。概要欄のリンクから登録していただくと500クレジットボーナスがもらえます。これだけで結構遊べるので、まずは試してみてください。あと有料プランを検討している方はクーポンコードトリポクルーを入れると割引になります。年間プランだと 40% オフになるので、がっつり使いたいっていう人はその1がお得ですね。というわけで今日はトリポを使ってイラスト1枚から塗装ゼロでフルカラーフィギュアを作る方法をご紹介しました。今回は4色でここまでできたんですけど、もし8色16色と使えるようになったら、家庭用プリンターでですね、 AI 生成フィギュアってどうなっちゃうんですよね。なんかほぼ自宅で市販品みたいなものができるようになる日が来るかもしれないです。皆さんもこんなキャラ印刷してみたよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは今回みたいな生成 AI 3D プリントの話だけじゃなくって、新しい 3D プリンターのレビューやスライサーの使い方など、ものづくりを楽しむ人に役立つ情報を発信してます。チャンネル登録しておくと新しい動画が出た時に通知が届くので見逃さずに済みますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。演習後期です。今回ちょっと紹介しきれなかったんですけども、柴犬とカピバラの可愛いキャラも作ったんですよ。可愛くないですか？これもナノバナナでこういうキャラクター作りたいなって壁打ちしながら作ってもらったんですよね。で実際に印刷してみたんですけれども、可愛いですよね。でちょっと言っときたいのが、マルチカラーにつきもののこのプープーですね。で可愛いキャラ作るのは楽しいんだけど、このプープだけが問題ですよね。でコメントで視聴者さんからもいただいたんですけれども、こんな小さいフィギュアを作ったらめっちゃ時間かかって本体に対してプープの方がすごい多いんですけどっていう、分かります、その気持ち。私も最初に X1C でマルチカラー印刷した時、このプープの量にびっくりしました。楽しいんだけどこのプープどうすんのってなりますよね。で時間短縮とこのプープを減らす方法なんですけれども、1年ちょっと前に多色印刷の賢いフィラメント節約法っていう動画を出しているので、よかったら見てみてください。概要欄にリンク貼っておきますね。で簡単に言うと 3D プリンターってこう積層工のやつで積層していくので、このストライプ模様があるとフィラメント交換が増えて、その分プープも増えちゃいます。だからフィギュアの向きを変えて、例えばストライプが横になるように印刷するとか、色数を減らして、目だけ後から塗装するとかっていう工夫で変えるっていう方法もあります。でバンブーラボもこのプープ問題っていうのを結構深刻に受け止めていて、今新しいプリンターも出てますよね。でだけど結構お高いので A1 ミニとか A1 を買ってる税にしてみればって思っちゃうんですよねっていうのがあります。欲しいですけどね。
でもキャラクター可愛いですよね。というわけで皆さんもぜひ 3D プリンターで今年も楽しいものをたくさん作ってくださいね。